US シールめちゃくちゃ怒ってて訴訟するとかですが、このままトランプになってもやっぱり買収は阻止ですかね。トランプさんって気分で決める人なので、トランプ政権になってから、これは US シール買収認めさせた方がいいよねってなったら認めるんじゃないかなと思います。他国を攻撃できない日本、US シールの件どう思いますか？以前、日本が安全と経済を担保するには、米国と日本を統合して、米国の修理する方がいいと質問します。DM ビットコインや US シールの件の日本ってそんな決心だけに願いと思います。外貨稼ぎも邪魔されてお金にはないと思います。いや、アメリカは今、正しい判断ができる国ではないので、なので、感情論で動くんじゃないかなと思います。今話題になってイーロン・マスクについて話をしてほしいです。イーロン・マスクさんに関していくと、僕は多分イーロン・マスクとトランプ大統領は仲違いすると思っています。で、それはトランプ大統領って他人を信用しない人なんですよ。なので政権中枢とかにも家族とか親族を入れまくるんですよ。で、僕が知る限り、ここまで政権中枢に家族とか親族を入れている大統領見たことないんですよ。バイデン大統領の長男がちょっと政治の仕事をしたよねとかあるんですけど、オバマ大統領とか、ロナルド・レーガンとかが、クリントン大統領とかが、奥さんはヒラリー・クリントンだから一応国務長官とかやったけど、やっぱなんか娘の旦那とか、息子の結婚相手とか、姻族まで入れるって、僕知る限りやっぱ、ドナルド・トランプさんだけなんですよね。これがなぜかっていうと、人が信用できないからなんですよ。今アメリカで言われてるのは、トランプ大統領はイーロン・マスクのおかげで勝ったよね。イーロン・マスクって生まれは南アフリカなんでアメリカ大統領にはなれないんですよ。知事になれますけどね。なので、イーロン・マスクのおかげでなれたよねっていうのがずっと言われ続けると、多分プライドが傷ついて、イーロン・マスクと意見がぶつかった時に、もうお前切るわってなると思うんですよね。で、これがね、昔あったんですよ。前トランプ政権の時に、ラジオをやってた右翼系で結構有名な人で名前忘れちゃった。で、割とその人の保守的な思想というのがトランプ思想のバックボーンになってるって言われてて、選挙戦とかもずっと仲良くて、で、選挙終わった時も割と大統領のアドバイザーみたいなポジションになってるポッドキャスターの人がいたんですけど、で、その人とも喧嘩別れして辞めちゃったんですよ。辞めさせられたというか。で、その後暴露本出したりっていうのもあったと思うんですけど、っていうのがあって、親族じゃない人って結構ね、揉めて別れるんですよね。なので、トランプ大統領とイーロン・マスクもそういう意味でトラブって別れるんじゃないかなと思ってます。ひろきさんこんばんは。バイデンさんは意外とやり手だと思っています。トランプ氏と子供たちを詐欺の疑いで提訴してみたり、ロシアを炙り立てたり、韓国に空母ロナルド・レーガンを配置して北を炙ったり、中華にも台湾を攻撃したらアメリカ軍が防衛すると発言してみたいなど、戦争を炙り立てるようなパフォーマンスは自分の選挙だけのためでしょうか。最悪日本が戦争に巻き込まれる可能性はひろきさんの考えを教えてください。僕は台湾にペロシさんが行ったりっていう中国を刺激したのはバイデンさんが完全な選挙対策のためにやってると思ってるんですよね。なのであれで本当に台湾と中国が揉めて人が死んだ時は選挙で勝つためにバイデンさんがやったよねっていうふうに僕は見なします。ただ選挙で勝つということがバイデン政権が選挙で勝つことが共和党とトランプ的な人たちが増えるよりも世界にとって良いよねというふうに民主党の人たちは考えているとは思うんですけど、ただきな臭い状況に持ってってるのはバイデンさんの判断でやってると思うんですよね。じゃあロシア・ウクライナ戦争がなぜ起きたのかっていうのも、ロシアがウクライナに攻めたとしてもアメリカは派兵しないよっていう風にあえて発言したバイデンさんの責任も僕はあると思ってるんですよ。台湾に関しては台湾に攻めてきたらアメリカはちゃんと台湾守るよって言ってたりもするので中国って台湾を攻めづらいと思うんですけど、あの当時ウクライナが何かあったとしてもアメリカは兵隊派遣しないよってバイデンさん言ったんですよ。でそうすると派遣しないんだ、じゃあ俺たち行ってもいいんじゃねっていう風にロシアが言ったっていう可能性もあるんですよね。もちろん言おうがいいまいがロシアはウクライナに行ったよっていう人もいるんですけど、少なくともただバイデンさんとしては絶対攻めてほしくないんだったら、いや俺たちはウクライナマジで守るからロシアがもし攻めてくるんだったらアメリカ兵バンバン送るぜっていうことも言えたと思うんですよ。でもそうじゃなかったっていうので、ある種戦争になることを望んでいた部分はあるんじゃないかなというふうに思ってたりもします。別になんか人間の本心がどうなのか正しいのかどうかとかはあくまで想像でしかないんですけど、ただ
バイデンさんが戦争が嫌いで平和を求めてるおじいさんなのかっていうと、そういうわけでもないんじゃないかなと僕は思ってます。ただそれがその世界とかアメリカにとっていいか悪いかはまた別の問題なんですけど、現在政府は日米同盟を重視してますが、自分はいずれ中国が世界一の軍事力を持つ国になり、日米同盟が事実上機能しなくなる日が必ず来ると思います。その時日本は憲法改正し、再び自存自衛の道を歩むことになるのでしょうか。中国が世界一の軍事力になるかどうかは僕は懐疑的ですけど、ただアメリカが軍事同盟を持っている国を守らないという可能性はあると思います。世界の警察としていろんなところに口を出してたアメリカなんですけど、アフガニスタンから撤退したんですよね。基本的にアメリカって俺たち舐めたらお前ら殺すぞっていう国だったんですけど、アフガニスタンから撤退するときにアメリカ人めっちゃ殺されてるんですよ。で、本来のアメリカであればアメリカ人殺したからお前ら絶対許さねえってなるはずだったんですけど、今回諦めたんですよね、アメリカ人が。アメリカ政府がね、アメリカ人を殺したような政府でももうほっとくわっていうことにしたので、一応日本も軍事同盟は結んでるんですけど、アメリカ人が殺されたにもかかわらず報復をしなかったアメリカが、じゃあ仮に日本人が殺された時に報復してくれますかっていうと、なかなかきついと思うんですよね。表向きはアメリカの核の下にあるので、中国も日本に攻めてこないと。日米同盟って本当に戦争になった時に守るかどうかというより、中国が日本を攻めるコストが高いと。アメリカがやってくるかもしれないし、攻めてくるかもしれないから攻めないっていう、なんとなくのバランスで成り立ってるだけで、実際本当に日本人が死んだ時にアメリカがガチで守ってくれるかっていうと、結構懐疑的だと思うんですよ。なので、長期的には日本が核を持った方がいいよね派なんですけど、僕は、ただ、アメリカが、じゃあ日本が核持ちますって言った時に、いやいやお前何してんのっていうのは、もちろん中国も言うし、東南アジアも言うし、アメリカも文句言う可能性があるんですよ。なので、トランプ大統領が、軍事同盟の国でも自分の国は自分で守れる方がいいよねって言った時に、じゃあ自分で守りますって言って、日本は核開発をすべきだったと思うんですけど、残念ながらしなかったんですよね。なので多分バイデン政権が終わった後にもう一回またバイデン的な民主党的な考え方良くないよね、共和党のがいいよねっていう共和党に揺り戻しがあると思うんですけど、アメリカってその右と左を毎回揺り戻している国なので、揺り戻した時に自己防衛自己責任っていう形で多分アメリカ政府が言った時に、じゃあうちも核作るっすっていうので、核作るっていうところが落としどころなんじゃないかなと思います。長期的には核を持たないとなかなか難しいんじゃないかなと思います。ヨーロッパの場合って核もないときついよねっていうのがあって、フランスが核持ってるんですよ。で、フランスがも核持ってるけど、でも、一応お前ら守るよって言ってるけど、フランスが守らない可能性もあるじゃないですか。なので EU 内っていうのは移動を自由にするし、お金もユーロっていうのを統一するし、ドイツ人でも別にフランスで自由に働けるようになるしっていうので、フランス人がいろんなところでも暮らすし、いろんな貿易をするから、フランス人を守るためにはヨーロッパ全体を守らなきゃいけないよね。だからフランスの核っていうのがあるからヨーロッパ安全だよねっていうので、運命共同体にしちゃったんですよね。なのでフランス人って別にドイツでも暮らせるし、オランダでも暮らせるし、スペインでも暮らせるし、でそこのフランス人がスペインの会社で貿易をやってて、フランスが儲かるようにしてっていうのもいろいろやって、ヨーロッパ中でいろんな人種いろんな国の人が勝手に仕事を作って勝手に生活をするっていうので入り乱れるようにしちゃって、何かあった時に俺の国だけ守ればいいやってならないようにするっていう運命共同体のポジションを取ったのがヨーロッパがうまくいったところなんですけど、残念ながら日本ってそれになってないんですよね。アメリカ人がそこら中に日本にいて、でアメリカとの貿易もあって行き来も自由ですと。ってなると、もし日本に何かあったらアメリカ人が困るじゃんってなると、アメリカもガチで頑張んなきゃいけないと思うんですけど、そんなにアメリカ人日本住んでねえし、まあいいんじゃねっていうポジションなんですよね。アメリカと日本が離れすぎてる問題もあって、やっぱ運命共同体にはなれないと思うんですよね、地政学的に。運命共同体を作るというのが島国なのでなかなか難しいので、やれるとしたらやっぱり日本自体が核を持つしかないと思うんですよね。もしくは台湾が持って台湾と日本で共同体を作るなんですけど、台湾にちょっと核を作る能力を期待するぐらいだったら日本が作る方が早いんじゃないかなというふうに僕は思います。9条があれば大丈夫っていうね。日本の鉄鋼業界の見通しって暗いのでしょうか。中国の安価で大量製造、日本の CO2 削減制約、若い人の肉体労働離れなどニュースでも暗いものをよく目にします。10年先20年先を見据えたら衰退していくものなのか、そこにとどまり続けたらいいのか分からなくなっています。ゆうきさんのご意見をね、ぜひお願いします。鉄鋼業界という意味でいくと、三菱重工がなくなることはないと思うんですよね。製鉄業自体が日本から消滅するということはないと思うんですけど、特殊鉄鋼の製造技術とか特許を持っているところっていうのはそれなりに需要は残り続けるとは思うんですけども、儲かるかっていうと結構厳しいんですよね。で、結局その中国が、安かろう悪かろうではあるんですけど、特殊なもので高付加価値のものであれば別に中国じゃ
ゃないところでもできるんですけど、そうじゃないところは全部中国が持ってくよねっていう状態になっちゃってて、物流送料が高い問題っていうのがなぜ起きるかっていうのを突き詰めると、中国がめっちゃ儲けてるからっていうのになったりするんですよね。なんで中国がめっちゃ儲けてるかっていうと、物流が割と滞りがちになって、コンテナっていうのを世界中みんな中国から仕入れてたんですけど、中国がこのタイミングでコンテナの値段めちゃくちゃ上げたんですよね。みんな欲しいんだよ。じゃあこれ値段上げるわって言ってて、で、なんで中国がそれできたかっていうと、その前って世界中の国でコンテナ作ってたんですけど、全然儲かんなかったんですよ。コンテナって規格化された鉄の箱なんで、世界中どの国で作っても同じような性能なものなんですよ。同じような性能になるようなものを世界中で作ってるので、どの国で作っても同じ性能だよねってなると、人件費の高い国で作っても儲からんよねって言って、もう中国以外のアメリカとか日本とかはもうコンテナ作るのやめちゃったんですよ。で、中国は細々とずっと作り続けたんですよ。儲かんないけど。で、コロナ禍もあって、さあコンテナ必要だっていう時にコンテナの数絞りますってやって、めっちゃ高くしますっていうのをやったりして、今儲けてるっていうんですけど、それがなんでできたかっていうと、もう鉄鋼業界儲からないからなんですよ。なので、今後も多分その構造は変わらなくて、特殊なやつ以外は基本的にはもう鉄鋼業で利益を先進国が上げるっていうのはかなり難しいんじゃないかなと思います。で、結局その日本の三菱重工みたいなところも中国と提携したりで、三菱重工の技術を使った工場を中国で作って、でそこで共同で作ってそれを売るみたいにやってるんですけど、多分時間の問題で技術パクられるんですよね。中国でコンピューターソフトウェアを売るのであれば、ソースコードを中国政府に開示しなければならないみたいな法律があって、確かソースコード公開したと思うんですけど、で多分その鉄鋼業とかでもそこら辺のそのノウハウだったりっていうのも多分盗まれて終わるんじゃないかなと思いますけど、前にも言ったかもしれないですけど、知り合いのフィギュア屋さんがちゃんと精度の高い可愛いきちんとしたフィギュアを作る技術っていうのを日本人の職人さんが中国の職人さんに教えて、でそこで中国の職人さんがある程度できるようになると、次に中国人が隣の土地に同じような工場を建てて求人をするんですけど、この工場の社員証を持ってる人は月給 1.5 倍で雇いますっていう求人を出すんですよ。でそうするとこっちの工場の人みんなこっち行くじゃないですか。一生懸命育てた技術力のある中国人がみんなこっちの工場で働くようになるんですよ。っていうので、こっちの人たちは教育コストを一切かけなくてもよくて、それなりな熟練の技術者が手に入って、でさらにこっちの型をパクってくるんですよ。スタッフがお前あの型パクったら20万円やるよって言われると型パクるじゃないですか。なのでパクった型で全く同じスタッフが作ってるから全く同じクオリティのものができるんですよ。でそれが市場に出ると、もう一般の人は本物か偽物か分かんないんですよ。だって偽物も本物と同じ型で本物と同じ職人が作ってんだもんっていうのが起きるので、中国に技術を動かす時点でもう微妙だよねとは思うんですけど、もう日本の人件費では物作れないので長期的にはしょうがないよねと思ってます。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。